もうやめてくれ。もう。ごめんなさい。ごめんなさい。この町で喧嘩売んならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるときは特にな。エミちゃん、まだいいじゃん。こんな時間さすびら切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までね。なんだてめえ、言ってんだよ。おい、ちょっと待てよこれ。おいてめえ、ぶつかっといて何スカとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ、土下座。おい、よしよ。よせ。あ？いや、そう。どうもすみませんでした。よう、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はいこれ約束の1割。ご苦労さん。どうも。でこれは俺からの気持ちね。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、とっとき。ありがとうございます。しかし
しバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが、回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえなあ。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中、金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。金貸しが偉そうに。めんどくせ。飲んでってくださいよ。ほら、早く金貸せって。後で返すっつってんだろうが。困ります。勘弁してください。ごちゃごちゃうるせえんだよ。いいからさっさと出せ。誰か助けて。
なんだよ、見てんじゃねえぞ俺。おい、ヤクザじゃねえのかそいつ。バカ、ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか？えだったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんでな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねなんだと、ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞこら。おお、相変わらず容赦ねえな。錦。おめえいつまでたっても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩っておとなしくヘルスにでも行けってろ。ガキじゃあるめえし。興味ね相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ああ。ありがとうございました。はいや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ。こんなバカみてえな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になってくさ。へえ、ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。
な。あの人は組の若頭、堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。極道商売にある程度見栄が必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんなよ。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組の大門を見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見栄張ってなんぼだぜ。そんなもんか。そんなもんさ。仇の癖してアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全てだ。分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。さあ行くか。社長さん、一緒にホテル行きましょう。おめえサービスしますよ。この辺りの店ちゃんと出入りしてるか。当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。でその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうかそう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ、今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。
さあ行くか。なあ。No.たく相変わらず品のねえ町だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この彼女って町は。なんだよ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。錦山くん。よなんだあいつら。現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだ。はねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけども。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やったー！信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。
女とつながっとくことが大事なんだ。いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくとそれだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくない。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねさあ店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。お前この店にはよく来んのか？これで2度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ、常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんだな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺はおやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の芽が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただね、おめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった、今日はとことん付き合うぜ。レールから外れた
知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ、そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろなあ。よせよ、そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか？俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか、付き合えよ。天国圏でどうだ？しょうがねえな。わかったよ。さあ行くか。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてるよ。それ周りにバレてんじゃねえのか？かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人8匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。おい、なんだよ、全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時頃、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、桐生。ん？カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨べの取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつやめてくれ。俺が取り立てたやつだ。お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ？組か？ああ、早速呼び出した。事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前まずいことになったな。
いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねそうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前おやっさんがサツにパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやっさんの仕切ってた鳥羽、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんがサツにチクったとしか思えねえ。でそれが誰かっていや、3人の若頭補佐の一人、久世の兄貴だったって噂だ。久世の兄貴がおやっさんをサツに売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってから久世はえらい勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねえ。桐生だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか？あ、はい。久世の兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、分かった。ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、桐生。申し訳ありません、久世の兄貴。こんな昼間から堂島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな？カムロ町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴロどころじゃなくなっちまったな。なあ、久世の兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったがな。たかが30万程度の小競りの取り立てで
本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが。ちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ。仇切ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えば事は収まる。俺に掴まれた。なあ殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味っすか？とぼけんじゃねえよ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え？まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんすか？聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ？頭の指示じゃねえのか？あ？それにチャカはどこで手に入れた？それも頭から渡されたのか？チャカ、一体何の話をしてるんですか？俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか？見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。札はまだ公表してねえかな？本当ですかその話？だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい。間違っても俺は銃を撃ったりはしていません。と言ってるが、どうしますか？嘘に決まってんだろ。たく悪あげしやがって。てめえみてえな下っ端はめて誰が得するってんだ。おうキリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ？金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に合わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ。どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえうちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよクゼな兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ。例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、
堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す。それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ。それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう。不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大事に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それに俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Hey. Yes. Hmm? Yeah. Oh? No.
ああなあ、おいかかってこいよ。ひらめいたなあ、そうだな。
おい。そうね。そうです。俺が来んのは宣告承知ってわけか。堂島組の桐生一馬だ。東郷クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえがチンピラー。
信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな！わかった。全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は。あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。桐生、お前何やってんだよ。あ、殺に実するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。俺、うめえぞそれ。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか？拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。
桐生、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人まさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員25000の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも。あんたは何も分かっちゃいねえ。ガキがこの俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうが。もしもし、桐生だな。錦原。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやっさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前殻の一つぼって聞いたことあるか？久世の兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。よう、桐生。早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。どうぞ。はい。
よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。久世のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？殻の一坪で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。それもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやっさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た殻の一坪だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょ。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があんだよ。それが殻の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一坪まだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一坪の土地が？ああ、殻の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。久世はその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握っていると言っていました。風間のおやっさんの持ってる情報って何です？いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしても久世はその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。その上久世が殻の一坪手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す？まさか堂島組の波紋もあり得ると？ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやっさんが波紋？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。
自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃおやっさんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久世が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久世に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で破門は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか俺たちは。柏木さん、とりあえず俺の濡れ衣も殻の一粒も後回しだ。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。桐生、お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後久世を捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのは久世だ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先は久世じゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえなめたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ桐生。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな許してください柏木さん。錦、車頼む。長い間お世話になりました。
でだよおやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。桐生、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた？何もぼーっとしてただけだ。俺はよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じこと思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか？ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キはい。組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ
縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道なめてんのか？ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ？今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の利き方には気をつけろよ。あ？縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか？お俺学生気分で敷居またげるほど極道の世界甘くねえぞこら。よ考え直せやキー。今なら全部水流してやる。風間の頭から彼らの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前の生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか？ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど山ん中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ほら。あんた、ああ、組を勝手に殺すのか？組長に無断で？寝ぼけてんのか？もう親父なんて関係ねえよ。てめえは組み抜けたんだろうが。確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらしてもらいますよ。任せる。好きにしろや。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。
覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。
誰だお前。何があった。お野郎。派手な短歌切るだけあってなかなかやるなおめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよキリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねいつまで能書きたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ？かかってこねえならこっちから行くぜ。
桐生、てめえは兄弟、手貸せ、このガキしましろ。親父、堂島組長。怠慢張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。親父、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、仇に手かけんのか？桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか？そんなこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟、あわの俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえらクゼ、これ以上無様さらす気か？さあ兄弟、久世剣能界の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。よーく見とけや。
うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。桐生一馬、今日限り堂島組を破門とする。堂島組長、ありがとうございます。桐生、ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ？俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですがあの一坪で俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。さあ、飯でも食うか。堂島組長、お前が組抜けて取れる責任ってのは何だ？それは絶対に俺があの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間のおやっさんの身の潔白を。そうか、その必要はない。でも犯人を。犯人？そんなのはサツが勝手に探す。お前はもう仇だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは仇だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんだ。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう？はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから破門を申し出た。そうです。安心しろ。けじめならきっちり取ってもらうさ。風間が拾ってきたガキ、桐生、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈はわかるだろう。堂島組長、極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。どうすればいいんだ？じゃあ俺はどうすればいいんだ？立てますか？このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花？あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。少しだけ話聞いていただけませんか？桐生一馬さん。
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服は？だいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ。ご安心ください。私は堅気の人間です。カムロ町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも破門の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今カムロ町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは破門を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければカムロ町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど。少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、分かった。服はすぐに持ってこさせます。
では私はこれで。柏木さん、桐生、錦、お前大丈夫だったのか？おいマジかよ、よく殺されなかったな。ああ、なんとだがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあおやっさんももう大丈夫ってことか？おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。堂島の大門が外れた以上こっから好きにやらせてもらう。クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな、分かった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えねえと。行こうぜ。いや、俺は東上界から破門された人間だ。もう風間組の事務所には入れねえ。柏木さんにはお前から伝えてくれ。おい何言ってんだよ、水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ錦。きっちり筋は通す。筋ってお前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから詳しい話はそこで聞かせてくれ。分かった。じゃあ後でな。
俺だ、桐生。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか？いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが円弧詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。殺に目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、桐生。実はな、東光クレジットの社長、さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一坪におびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼはあいつはそんなに簡単に人を殺すのか？あのバカなんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前橘不動産って知ってるか？あ？橘不動産？組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て桐生。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら殻の一坪にまで手出そうとしてんのか？どういう連中なんだ？橘不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ、一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが橘不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける？どんなに繁盛してる店だろうが、橘不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ東上界のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足づかみ競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも橘不動産は札付きだ。東上界本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か？そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか橘の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで橘不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わりだ。
桐生。組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。お。おい。そうです。No. 可愛がってあげる。だらしない男だね。
ああ。そうよ。いや、おい。
よ。おい。イエス。あ？わイエス。
この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。橘不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた橘不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。何なのあんた。さっき言ってた人生一家ってのは？登場界の4次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、橘不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた？ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう橘不動産に立ち退かされたのか？ああ、ある時急に橘不動産が来てこのビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には橘不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでいるのか？住む場所別にする余裕なんてないからね。かみさんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも橘不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。橘不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？橘不動産だ。なんで急に。どうしよう、5、6人はいる。生瀬さん、橘不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ。何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出て行きませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけどそちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心棒？誰に対してのです？橘不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、ま、それより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色つけて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。
お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱い者の人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だこら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか？子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが橘不動産のやり方か？そちらさんの人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよお兄さん。おわさびはほどほどにしないとね。あんたこの店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんたさっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ？もうここでの仕事は済んだってさ。次のとこに移されてったよ。次のとこどこだ？さあねえ、いろいろだよ。橘さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ橘不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長この間東上会本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてね。もっとも作られたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるってよ。なるほど。橘が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は橘さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。
俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手引けって忠告くらいだね。いや立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。こりゃ酒盛りでもしねえとダメだよな。ああ、今日くらい嫌なこと忘れてパーッと飲みてえよな。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。こう寒くちゃ舌が回んねえよ。何？そうだな。酒でも入れりゃ滑らかに喋れるってもんだ。あんた、話聞きてえってんなら、ちっとばかし酒を都合してきてくんねえかな。ああ、そいつはありがたいね。ずいぶん流暢に喋ってるように聞こえるが。ラメラメ、連年ラメ。わかった。酒を持ってくればいいんだな。ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で立花不動産と仕事をしたことがあるってやつは？なるほど。飲ませがいがありそうだな、あんたらには。酒なら何でもいいってわけじゃねえからな。俺らにも選ぶ権利ってもんがあるんだ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らかにならねえんじゃないかな。お前モテないだろ。
らっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。電話するよ。金ならある。お前モテないだろ。やっぱり酒は命の水だな。これで話をしやすくなったな。おおとも、酒のおかげで口も滑らかよ。大丈夫なんだろうな。大丈夫大丈夫。つっても俺らが知ってることなんて大したことないと思うけど。橘不動産の仕事をしたことがあるって話だが。ああ、言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ。簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハークアービルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだ、それ知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは橘不動産の方から声をかけてくんのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、登場界のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは橘さんとこだろうがヤクザだろうが、金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。橘不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。橘不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは橘不動産だけじゃなくて登場界の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。
ありがとう。おい、そこのあんた、何しに来た？この辺で筋もんに飲ませる店はないよ。橘不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか？あんた、また登場界の若い衆か？いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。よく言うな。だったら橘不動産に何の用だ？あの連中のことを知りたいだけだ。あんたらに迷惑はかけない。あまり歓迎されてないようだな。俺らはもうヤクザにうんざりなんだよ。お前らはここらの店をゴミとしか思ってないんだろうが、俺らにはもうこの場所しかないんだからよ。そんなに追い出したきゃ俺ら殺すしかねえぞ。俺は橘不動産の話を聞きに来ただけだ。ふざけんな！お前ら聞く耳持ったことなんかねえだろ！なんだこいつは。少しは話を聞く気になってくれたが、あんたらに怪我させるつもりはなかった。俺は橘不動産の人間がここで何をしているか知りたいだけだ。あの人たちを売る気はない。ここの住人なら誰だってそうだ。ん？連中もここで地上げしてるんじゃないのか？違う！あの人たちはヤクザの地上げから俺たちを守ってくれている。あの人たちのおかげで今日のチャンピオン街がある。なんだと？そうでしょう、小田さん。どうも。誰かと思えばスナック生瀬のお兄さんか。あんた堅気の人間とか言ってなかったか？なかなか信じてもらえねえが、今は堅気だ。前は堂島組にいたかな。堂島組かよ。登場界の中でもよりによって。俺は組を破門された身だ。もう関係ねえ。その元ヤクザがなんで俺らのこと嗅ぎ回ってる？あんたらの社長から手を組まねえかと誘われたもんでな。あんた名前は？桐生だ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。それじゃ。社長は何つってた？うちのことを深く知りたいなら、昨夜社長と会った部屋に来いとおっしゃってる。直接会うそうだ。そうか、分かった。もうここには来んなよ。ここの人たちはヤクザが嫌いだ。そういや、あんたらがヤクザからチャンピオン街守ってるってのは本当か？一応ね。社長の方針があるからさ。方針？この辺の土地はカムロ町が戦争で焼ける前からいるような人たちのもんだし、うちの社長が言うには
ここらはカムロ町の根っこだ。俺たちみてえな新参者に好き勝手する資格はないってさ。さっきのビルの時とは随分態度が違うんだな。白亜ビルあそこの連中は所詮流れ者の寄せ集めだ。あんたもスナック生瀬の店長見たろ。さも仇の被害者ですって面してたがよ。あいつらだってよそから流れてきた時元いた住人追い出してんだから。因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長のポリシーに従ってるだけでね。偉そうに言うつもりはないけど。それでもあんたらにはあんたらなりのルールがあるってわけだ。俺は織田ってもんだ。立花社長とは古くてな。大抵の現場は俺が仕切ってる。であんた結局どうするんだ。うちの社長に会いに行くのか。ああ、会ってもう一度話を聞かせてもらう。どうやら立花不動産ってのは思っていた以上に腹の底が見えねえ会社なんでな。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの織田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだと？織田が？おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとはコケにされたもんだ。だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ、お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがってどうなっても知らねえぞ。お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、
腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われると、どうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。カムロ町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。信じらんねえ。小田、納得しましたか、小田さん。ええ、俺の負けですよ、社長。どうなってる。あんたも承知で小田に俺を試させたってことなのか。ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた。その理由は何なんだ。いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか。カムロ町さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は堂島組をはじめとする登場界の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこから溢れる甘い汁は
全て東上界の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ。東上界が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。なんだと。嘘だろ。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東上界に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体。桐生さんがご存知かどうか、東上界という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に東上界にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東上界の内通者ってことか。誰なんだそいつは。あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東上界直系堂島組若頭風間慎太郎です。なんだと。おやっさんが。あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われましたね。風間さんの隠し持つ殻の一坪の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは殻の一坪の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は殻の一坪をめぐる争奪戦であの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはずですが、それを承知であなたが我々と手を結ぶことを他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは久世があなたに近づくこともあなたが組にいられなくなることもほぼ見通していました。まさかいくらおやっさんでもそんなことまで分かるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか東上界という組織で頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとってあなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが殻の一粒を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやっさんは無所に入ってるんだ。それすらも風間さんの計画のうちではないかと私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解
ただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやっさんの意志を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるにはこれがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやっさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやっさんって人がどういう男なのかまるで分かっちゃいなかったってことか。だがあの人が俺に何かを望むなら俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日おやっさんに逆らって極道になった時からそう決めていた。ではこれからどうぞよろしくお願いします、桐生さん。それで結局橘不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけどな。そうとなるとお前の殺しの濡れ衣晴らす件は橘不動産が手貸してくれんのか。橘はもう方々から情報を集め出してる。橘不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ橘が掴んだ話じゃ薩の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ薩に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ橘が薩に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としてもいくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ薩に追われる。俺が街を自由に動き回れるのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり橘ってのは結構な力持ってんな。薩にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう橘不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後喫茶アルプスって店で待ち合わせてる。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。まっとうな堅気に見える服を仕立ててこいとさ。
ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか？服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前ならまっとうな堅気の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。分かった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ？そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか？新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ。無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが堅気ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ？バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。たくめんどくせえ。それじゃあこれはどうだ？色は落ち着いてるがラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ錦？何笑ってんだよ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよ。お前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これでいい。え？おい、いいのか？全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか。よし、分かった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで。兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ？あ？鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそりゃ。ありがとうございました。
付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ、橘不動産の。なんてやつだっけ。小田だ。喫茶アルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、桐生。久世がお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうな。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。よう来たが、待ちくたびれたぜ。小田、酸が抜けてるぞおい。上司呼び捨てにするやつがどこにいんだ。大体お前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あれそうか。他にもっとマシな教育係はいねえのか、橘不動産には。バカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、桐生君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせてる。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうもたちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのがしょうがねえな。戦友屋っつうのは平たく言や立ち退き料目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことか。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋をせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになっている。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出さねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。桐生君の名刺だよ。これであんたも立派な橘不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を図る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。分かった。
いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらい向きだ。おい、まさか上座に座ろうなんて思ってないよな。入り口に近い方が下座で遠い方が上座。俺たちが座るのは当然下座だ。それくらい知ってる。知ってても実行できなきゃ意味ないんだからな。椅子に座るときは常に気をつけるようにしとけよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか？ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろうな。客を待ちながら優雅にコーヒーなんざすすってちゃ話になんねえぞ。それがビジネスマナーってもんだ。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめて同じことは二度言わせんな。しかしめんどくせえな。何言ってんだ。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。上の人間ほどわきまえてるもんだ。あ、おい、来たぞ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。橘不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あま、初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど。お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。40過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか？まだです。できればそのあたりの交渉も全部橘さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか？もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます？早いとこ済ませたいですし、そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に居座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺なら
ビタ一文払う気になれねえな。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて言うもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください。うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやー、こいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよ。な、桐生君。ああ、そうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、橘から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか？いやー、さすが橘不動産だ。やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに？天下一通りにある杉田ビルです。わかりました。あとは我々にお任せください。な、桐生君。ああ。話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たって桐生君、君に最初の任務をやろう。なんだ？ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが。分かったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。いらっしゃいませ。よう桐生君、ちゃんと菓子折りは買ってきたか？ああ、これでいいんだろ。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに占有屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。橘不動産のもんですがね。橘不動産？あとこれつまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち退くの大変じゃないですか？立ち退く？なんだよそれ。
俺は立ち退く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから。それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。固いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないね。立ち退き料目当ての戦友屋がよく言うな。なんだよ戦友やって。てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して人儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいや。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に居座るだけが脳のチンピラがでけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの橘不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ、辻さん。ま、最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。だいたいあの辻って戦友屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手。バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。なんだこいつら。鈍いねえ桐生君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが橘不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの専用屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それうちが話つけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところが。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽して儲けすぎでしょ。楽して儲けてんのはお互い様だろ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには戦友屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？
もちろん力ずくでだよね、桐生君。織田、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。素人、余計な手間かけさせやがる。この手間賃も仲介料に上乗せするぜ。その手間賃ってのはいくらだ？300万。合わせて1000万だ。てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家？あいつの組か。堂島組若頭補佐阿波野弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。夜によって堂島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一粒を追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友屋の辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりならさっきの話の続きするかい？いや、あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ一人で頑張る気？いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすかわかんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部橘社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。堅気の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一粒手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山野井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。
セレナ、何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおごりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。分かった。それじゃまた後でな。いやー、それにしても頑固ですね、山野井のじじいは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれている設楽さんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これで5ビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもんよ。おっと、てめえ何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえんだ。さっき殴り疲れちまったからな。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。おい、行こうぜ。はい。山野井さん、おい、しっかりしろ。桐生さん、お願いしていた仕事片付きましたか？ああ、そんなことより大丈夫か？病院へ行くか？いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか？分かった。すみませんね。ありがとうございました。戦友屋の件も無事片付けてくれたみたいで。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか？ええ、おかげさまで大した傷じゃないですよ。あいてててて。しかし一体どうしたというんだ？実はうちを潰そうとしている連中がいましてね。そいつらの要求を断り続けていたらやられちゃって。あんたを潰そうとしている連中？もしかして娯楽王とかなんとかいうやつらか？え、桐生さん、どうしてそれを？さっき向かう途中で絡まれてな。山の井を消すだの殴っただの物騒なことを言っていたから、もしやと思ったんだ。そうですか。一体何なんだ、あの娯楽王ってのは。娯楽王？
パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。5ビリオネアの一人と言われています。5ビリオネア？今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる5人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか。知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですがこの辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなくあんたの所有する物件ということか。しかしなぜ連中はそんなに物件を欲しがるんだ。つまるところ金儲けです。マネーゲームを楽しむためですよ。現在の異常なまでの景気で物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさにうちでの小槌です。東洋一の歓楽街カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれるそんな優秀な駒を何としても手に入れたい。物件を駒扱いか。だがその駒には懸命に働いている奴らや平和に暮らしている奴らがいるわけだろう。もちろんだが彼らは自分たちの儲けばかりを考えてそこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。私は何とかしてそれを食い止めたい。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると私は思っている。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になってしまいかねない。私も長くこの町と共に生きてきた男。カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないぜ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だが5ビリオネアには膨大な金があるし暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。一つだけ方法があります。なんだそれは。桐生さん、あなただ。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も悪い奴らを許さない正義感も揉め事を解決する力もある。戦友屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれればもしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ。買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。
私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心を。それにこの任務は不動産のいろはを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれこのまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか？なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ？桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え？あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを？誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花が？ええ。くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか？ええ。立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ？昔ちょっとね。詳しくは言えないが一つだけ言えるとしたら、風間さんは私がこの世で最も信頼している男だということです。そんな風間さんを慕う昔の仮にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。お願いできませんか、桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。分かった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。ただ失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん。一つよろしくお願いしますよ、桐生さん。桐生さん。ん？秘書のマリナです。ああ。ああ。
じゃりんじゃりん稼ぐぜ。ええ。飲んでって。この金でどうだ。まあこんなところか。ああ。ああ。
いらっしゃいませ。いや。あれ、お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ。なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだが。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい。とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか？まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか？相手は橘不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ。最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか？人気出ると思わねえか？あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても橘不動産の小田って言ったか？ちょっと遅いんじゃねえのか？どうする？もう一杯飲むか？いや、待つよ。
先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ん？なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろ。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。レールから外れた NISIKI 錦不良品の野良錦レッツゴー。だけど簡単に意識おいおいおい意識おいはいはいイェイイエスマンになりそびれた。悪に残されたノーという名のジャスティスをブレイキンだろう。ブレイキンだわ壊せ切り裂けてんだね。もうブレイキンだろう。六法全書じゃ縛れない波乱分子さ振り上げた握り拳が俺たちのジャッジメント。どうよ。錦山くんすごいプロみたいだったわ。だろおめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。たくそれにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。ほんとね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃい。太田。いや元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ錦山。こいつらに見覚えあんだろ。桐生
その説はお世話になりました、桐生さん。お前ら戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。橘不動産って言えこそこそ登場会に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前も義理ってものが分かってね。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか？うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした？下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おら錦いや俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。ああでなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいっすか？こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほらここで錦山と飲んだら美人のママも一緒にな。来いや桐生。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってんだ。土下座しろや土下座。てめえ立場分かってんのかバカ野郎。なんか勘違いしてるらしいな。あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気なのか。そうかよ。面白いなお前。おれやってみろ。早くやれや。その代わりここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんならその度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。はあ、錦山とそれに橘不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけですぐてめえの居所吐いたよ。てめえ
何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。行くぜ。てめえやるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。桐生よ、おめえなんで橘不動産にいる？何？分かってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたが、おめえが橘不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえがな。俺はよ、風間の頭が橘不動産を使って殻の一坪を追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うがあんたの勝手だ。おめえごまかすのが下手だな。でも俺はおめえのそういうとこ気に入ってんだ。なあ橘不動産、もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。それでも手がかりくらいは掴んだはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ全部わかんない。おめえは分かりやすくてほんといいや。勝手にやってろ。なあ桐生よ、俺に橘不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。青にはおめえに仲立ちしてもらうのは手っ取り早い。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一粒に手出そうとしたこともな。
それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思うな。やってみろ。ちゃんと頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次おめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ。からの一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場ねえ。つまり殺すってことか。朝まで考える時間がある。立花渡すかおめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえ時は狩りを始める。獲物は当然お前の首だ。ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。桐生、すまねえ兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、それはこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前これからどうする気だ。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに桐生が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ。錦、それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一坪をかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちもカムロ町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこ
こうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人クゼなんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ、電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今桐生とセレナって店にいます。ええ、それで堂島組の天野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一粒を追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？おい待て、桐生。おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろ。それでも俺はやるしかねえんだ。立花。なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、
実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え殻の一粒を手に入れれば堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。1日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。おい。おい。え？あ？あ？いや、おい。あ？そう。いや、いや。ん？
ってけ金じゃねえか。持ってけ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 お前らどけ。そうだね。
夜明けだ。桐生は立花を渡さねえって腹です。堂島の親父につなげ。親父、阿野です。例の件ですが、やっぱり桐生は始末します。奴は立花をおりませんでした。堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせます。では。構いませんよね、久世の兄貴。わざわざ俺に聞く必要もねえだろう。この一件はお前の仕切りだ。俺は兵隊として働くだけだ。そう言わんでくださいよ、兄貴。俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ。それについては風間組にもご理解いただけますよね、柏木さん。どういう意味でしょう。元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです。堂島組でそのガキ始末すんのに、風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ。違いますか？いえ、おっしゃる通りです。だったらそろそろ始めましょうや。そうだな。マララ！桐生探し出してここに連れてこい。奴は簡単にはぶち殺さねえ。生け捕りにして俺の前に出すな！おい、人集めてこい。桐生を見つけたってな。へい。町中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、桐生。抵抗したって無駄だ。おっつけここは堂島組でごった返す。逃げりゃしねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。そうまでして死にたかねえか。みっともねえ。裏切り者が身の程わきまえろや。
っちだ。ここまでだ。2分で来い。もう逃げ場はないぞ。1分で来いって。こっちにいるぞ。紫は逃走。30秒だな。了解。どうだ。さっさと来い。どけ。こっちだ。ここまでだ。とにかく30秒で来い。もたついてるみたいだな。ここまでだ。
ヤクザに追われてるんでしょあんた。そんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよ。あんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかない？何？うちの店ちょっと作りが特殊でさ、裏から下水道に降りていけるの。誰にも見られずにこの辺りから離れられる。なんで俺を助ける？あんたを追いかけてんのが堂島組だから。いつも偉そうにしてさ。そいつら好きなやつなんてこの町にはいないよ。それに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。まあ他に当てがあるならいいけど。わかった。頼む。じゃあこっち来て。もたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ。確かにあんたの店は変わってる。こんなとこに出れんのか。店の前のオーナーが堅気じゃなかったみたいね。何に怯えてたか知らないけど、こんな抜け道用意してさ。匂いは我慢して。この先はどこまで繋がってる？劇場広場の方に繋がってるみたい。わざわざ確かめたことはないの。でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う。でなきゃ抜け道に使えないものね。今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうから、この道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃない？ああ、助かった。ありがとう。いつか街を自由に歩けるようになったら今度は客として来る。ごめんね。多分そんな日は来ない。つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。さっき飲んだあんたが仕向けたのか。お前に一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え。喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の1本や2本なくそうが
阿波野や渋沢に頭取られようがそんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが一番許せねえんだよ。死ねやボケや。待てこら！後悔するぞ。今俺をここで殺さなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は極道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が極道になることを許さなかった。本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。桐生、てめえ。あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。
待ってたぜキリア。やっぱクゼナ兄貴はしくじったな。何をしてるんだあんた。見りゃわかんだろ、踊ってんだよなあ。ゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ。夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ。何つまらなそうにしてんだ。おめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア。何を言ってるんだ。あんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか。用がねえなら行かせてもらう。あんたのお遊びに付き合うつもりはない。まあ待てキリュウ。俺はおめえに感謝してんだよ。感謝？風間の頭にクゼの兄貴。俺にとっちゃ目の上の単行部だった二人を追い脅すきっかけを作ってくれた。ほんとおめえは俺にとって福の神だ。俺はなキリュウ、おめえを心の底から助けてやりたいと思ったら、どうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ。話ぐらい聞いてったらどうだ。話ってのは何なんだ。いやよ、ついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによ、ゴルフ行ってきてな。甲州カントリークラブ、すげえいいコースだったよ。何の話だ。おめえは知らねえかもしれねえが、ゴルフ場ってのは飯がうめえ。コース回った後のカレーとサウナ、あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ。世間話を聞くつもりはねえ。早く本題を言ったらどうだ。やっぱりおめえさんは青いな。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによ。まあいい、そのゴルフの帰り寄ってきたよ、おめえと錦山の実家に。まさか風間の頭が面倒見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思っていたが、ありゃ犬小屋だな。ひまわりだったか、初老の園長さん。お元気だったよ。お前ひまわりに何したんだ。まあ落ち着けって何もしてねえや。風間の頭の関係者だっつって100万ぽっち小遣いやったら涙流して喜んでたよ。いい人だなあの園長。阿波野お前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ。とまあそういうことだ。今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよ。おめえの友人関係から住んでるアパート、行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな。昔から堂島組には役割があってな。組の絵描くのは風間組、喧嘩番長久世剣能会、面倒な事務方は渋沢組、そして俺は生涯、つまり脅し担当なんだよ。桐生、
俺はクゼとは違う。極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってる。いい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばす。たまには女もつまみ食いしながらな。俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえ。こっちに来いや、キリ。今あの不動産屋立花を俺によりゃおめえは勝ち組。一生楽しく暮らせる。そして売らなきゃ惨めに死んじまうだけだ。あの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろ。ん？人生無駄にする必要はねえ。なあ？脅しってのはそれだけか。おめえてめえ話にならねえよ。おめえもこの女と同じになるぜ。この店の前には100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてる。これでも俺仕事に抜かりねえんだな。さあどうするキリ。表に出て蜂の巣になるか、それとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか。答えはおめえに決めさせてやる。さあどうする。決まってんだろ。俺は行く。あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが、死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ。何言ってんだてめえ。あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ。俺は好きか嫌いかで決めるだけだ。俺が行く理由はただ一つ。あんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだ。キリ言ってねなら撃たれる方がまだマシだ。本当のバカには私も通用しねえってことかい。桐生錦、早く乗れ。組の者に見られたらまずい。だがいいから。頭下げて隠れたろ。阿波野に張り付いてりゃおめえが見つかると思ってた。ついてたよ。錦分かってんのか。俺に関わるとお前もやべえ。うるせえ。
これがお前を助けてやれる最後だ。町中どこ行っても組の連中が張ってる。とにかく今はカムロ町を出るしかねえぞ。どこに向かう気だ？とりあえず都内を出る。それでもまだ気は抜けねえが時間は稼げるだろう。着いたぞ、桐生。錦、ここはどうなんだ？さあな。適当に車走らせてきただけだ。やるか？ああ。まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃたちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ！もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた？組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん？桐生、お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか？堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんまできるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、桐生、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ。桐生、組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやつさんもな。けどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに死なせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。
すまねえ兄弟。お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にしていつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。なんだよ、こっちみんな見んじゃねえよ、桐生。頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ。そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした？しっかり狙えよ。まだ死んでねえぞ。撃てねえよ、撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ。国道として。俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ。俺だって同じさ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。桐生、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここであったことは全部忘れろ。俺も忘れる。俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだって桐生、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのかこの目で確かめてやる。桐生。錦、まず俺からけ締めつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。桐生。こっから先お前は二度と俺に関わるな。
いたぞ俺。桐生じゃねえよ。この野郎紛らわしいなりしてんじゃねえ。桐生じゃねえ。おい。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。ってんだよ俺。やめましょうよ課長。てめえほらなんとか言えよ。やめてんのか。悪かった。大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほらもしかして桐生さん。やっぱり桐生さん。レーナ。ちょっとどうしたの。血が出てる。怪我してるの大丈夫。ああ大した怪我じゃね何があったの。え。いいんだ何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああだったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ。ダメだ。あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。あいつとはもう兄弟の縁を切った。あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う。あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て、目立たないように裏口から入るといいわ。ああそれじゃ後で必ずよ。
レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ。さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るときいつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。あのね、桐生さん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来てあなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられている。殻の一坪に出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。桐生さん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。僕の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。ほら出てこいやキリュウ。この店はずっと張ってたんだよバカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞおら。桐生さん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい。全員だ。へい。すまねえレイナ、やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。桐生さん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ桐生。
桐生さん。店やらしてすまなかった、レイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには殺が来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いればあんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか？え？こいつを錦に渡してほしい。これは？それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。桐生さん、桐生さん。もう逃げらんねえぞ、桐生。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカだ、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいて地獄見んのはてめえだけだ。おらぶっ殺せ！なんて野郎だ。マジかよ。
兄弟。頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまった。アバナ、立花の居所は後でじっくりお前の体に効く。そいつを相手どこで死んでもらうことに変わりはねえがな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。キリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気らいい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。立花は必ず殻の一粒を手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知った風な口聞くんじゃねえぞ若造。任せとけ兄弟。俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア
この野郎！まだ終わっちゃいねえんだ。よこせおら！おい誰だ！脳みそぶちまけろ！なんだ桐生さん、乗って！立花、早く！遅くなりました、桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら！クソガキがもクソや！堂島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私には
その方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらかそんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田？この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか？おい、立花！社長、しっかりしてください。社長！大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのはその頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなけりゃ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。
安心しな。ここはカムロ町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか？アジア街？この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか？俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか？初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで橘不動産が登場界に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを収めててさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場界もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知ればアジア街は登場界の怒りを買うってことか？まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陳先生在叫你，要你把那日本人也带去。Gダウラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところ歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう。多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。说到这里，他也没有展现技术。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂，尾田，你听到我说话吗？我现在就是这跟陈先生说句话，你别管我吧。你可别得意忘形啊，尾田！丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。小田、今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、分かった。陈先生，这我客人是日本人。你不在意用日本语吧？こちらはアジア街の顔役で陳さん。陳さん、こちらが。桐生一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は
在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウエイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べてきたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに橘不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。橘、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア街にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだカムロ町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園？ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。
それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。殻の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ。でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ？今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？なんだ？大したことじゃありません。そっか。それじゃあ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。よう、あんた。ん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに橘不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか？凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ。そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの毛はねえんだ。バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ。あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ？はあ？なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな。ありがとう。いいってことよ。ほら、目障りなんだよ。てめえらどっか行け。なんだ？おい、あんた起きろ。あ、くそ、奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも2人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね？ここにいんだから同罪だよ。同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの？やめてくださいだろ。なんだこいつ。
ああ、やってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです。僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。だね、そろそろ本気でやっちゃう。いっぺん人が死ぬとこ見てみたかったしさ。なんだよこれ。ふざけんなよ。やめろよお前。こんなことしてただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ。悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。なあ、これ君だろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君だよな。やめろやめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ。ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、
橘不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、桐生君。小田、あんたが迎えの人間か？まあね。昨べはゆっくり寝られたか？寒かったろ。いや、いい宿が見つかったんでな。それより橘は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろわかる。ここはまさか。やっとわかったか。登場会本部？何の真似だ小田？社長は今登場会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、登場会は橘不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか？橘もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ？社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。いくらなんでも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。しっかり頼むぜ、桐生君。桐生さん。ああ。
ご存知でしょうが、東上会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。ない。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東上会さんのカムロ町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそカムロ町は発展してきた。ただ東上会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東上会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東上会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東上会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東上会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東上会の三代目になる可能性は高い。それがどうした？このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東上会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東上会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東上会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行、てめえ口の利き方を知らねえようだな。
お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億？これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億。加えて今後カムロ町でのうちの上がりの3割を東上会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか？その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が殻の一坪を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう、新原さん。あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ。桐生一馬は今から東上会本家の預かりとする。手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言で言や一騎当千だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。
交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東上界の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、橘を頼む。くっそ、分かったよ。桐生さん、ご無事でしたか？ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど。これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。橘そうでした。それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の沽券に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。
平気ですか？油断しすぎ。大丈夫か？ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。
なんとか生き延びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組は桐生一馬に手出し無用とな。そいつは橘不動産の手配りです、親父。連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。久世と阿波野にはできなかった。俺にはさらにこの次、橘が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど。もう久世と阿波野に遠慮する気はねえってことか、渋沢。殻の一坪は俺のこの手で差し出しますよ、親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道を相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい？なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東上会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東上会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一坪が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一坪を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする？俺は何をすればいい？それなんですが、昨晩ようやく殻の一坪の所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか？おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？
奴らも殻の一つも。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言おうが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一坪の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一坪を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらはアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんのお店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目大根が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。よう、桐生君。準備よければカムロ町を出るぜ。蒼天堀に向かう。もうやり残したことはねえか。ああ、大丈夫だ。そうか。よし、それじゃあ入ってくれ。中で社長が待ってる。お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ。その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織？その組織については後で小田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。
それもできるだけ早く。なるほど。それを俺と織田がやるんだな。ええ。この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ。ですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事に神室町に帰ってきてください、桐生さん。分かった。それで殻の一坪の持ち主はどういうやつなんだ？若い女性です。ただどうも目が不自由とのことでほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。どうも落ち着かねえな。ん？前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが？神室町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ？この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくる。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産のもんか？いや、東上会の人間だ。日教連って組織のな。日教連？聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃまた後でな。いらっしゃいませ。初めてのお客さん？うちはええもん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあ
ベータか VHS かだけは気ぃつけてくださいね。俺は橘不動産のもんだ。小田から話が行ってるはずだが。なんや、そんじゃあんたが桐生さん？ああ。ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。ん？特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。橘さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで橘さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ？蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた橘とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう2人くらいでケチなグレン隊やっとった。そこに2年前一匹狼やった橘さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の橘さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の橘からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど橘さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。橘さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄の差や。橘さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？橘さんは中国残留孤児の2世やで。中国残留孤児？橘さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐ、まだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。橘さんはその間に生まれたんや。橘さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本も恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やったけど、その土地のマフィアだけは橘さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で橘さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに橘さんのことは兄貴や呼んどった。小田よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな、ごゆっくり。あいつ話長かったろ。ああ、あんたらの話を聞かされてた。もしかして俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は案外戻りが早かったな。ああ、
でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンパチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってことで、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ？え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。いらっしゃいませ。小田さんやったらさっきの奥の部屋におるで。世良いう人から電話あったらしいな。そうか、分かった。あ、ちょ待ち。今から大事な交渉事なんやろ。あんたもう準備はええんか？準備？せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるんとちゃうか？それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど、それはそうかもしれないな。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしときや。大丈夫だ、準備はできてる。そうか、ほな入り。来たな桐生。ああ、それから電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋？ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一坪相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、
それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女ここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために橘不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。分かってる。また後でな。橘不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。橘不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。橘不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人小田という者と私でカムロ町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させてお願い。わかりました。橘さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。
急げよ。おい早く来い。今の声。どうかしましたか？何してんだ。早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。どうした？いや、わからねえ。申し遅れました。桐生の同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。桐生、右車線、後ろの車。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？そう気づかれてた。おい飛ばせ。はい。何が起きてるの？あいつらマジかよ。キル、これすぐ。お前なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと撃ちまくれ。
つらバカか。マジかよ。追っ手が来ないとも限らねえ。一旦高速降りるぞ。くそ、しばらくここに隠れる。渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。落ち着け織田。彼女が不安がる。ふざけ！それがなんだ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた怪我してないか。痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分あの人を知っています。え？やっぱ気づいてたんだ。織田、動くな桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど俺はこの女を橘社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと？だからお前らには死んでもらうしかねえ。織田！大丈夫か牧村さん。
その杖は？世良さんから万一のご信用にって。でも橘不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、織田。なんで裏切った？あんたは橘の兄弟分じゃなかったのか？桐生さん、その人の左腕入れ墨が入ってませんか？コウモリの。織田、入っている。コウモリの入れ墨だ。やっぱりその人の声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか？橘と彼女を会わせられねえってのは何だ？意味がわからねえようだ。どういうことなんだ？一から説明しろ。織田！分かったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが橘とどう関わってる？俺が橘さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人をみこしに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに橘さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は橘さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は橘さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近
韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオちゃん。信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。牧村誠が橘の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも橘さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは2つに1つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう1つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。くそ。織田さん、立てますか。はあ、早く逃げないと。あんたまだ俺と一緒に逃げる気か。たく、どこまでおめでたいんだよ。桐生、銃くれねえか。俺が奴らを足止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら立花さんの役に立って死にて。そうだ。虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に立花さんが好きだったって。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。桐生さん、織田さんは。頼む、今は何も言うな。ありがとうよ、桐生。おい、あそこだ。あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや桐生。どうせてめえはここで終わりだ。
ってろ。あんたはここで待ってた。桐生さん。覚悟はいいな。こっちだ。渋沢さん。女どこだ。わかりませんよ。もう立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらが世良に先越されたからでしょ。せっかく女は蒼天堀にいるって教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼人会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう。私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前。私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか。だからあんたは蒼天堀にいたのか。立花を探すために。2年前東京から家出して蒼天堀で私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小高。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついていっちゃったの。
けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい。私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんかああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ。おい、いるか？おお、なんだ桐生さん、あんたまだ生きてたな。おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが
他に行くとこがねえ。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん？ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子がなんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まああんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。分かったよ。引き受けた。桐生さんだな。橘に会いに来た。電話が通じねえんだ。ここを通してくれ。分かってる。止めに来たわけじゃない。あんたを迎えに行くよう陳さんから言われた。陳さん？ここの顔役か？ああ、ついてきな。橘は無事なのか？来ればわかるよ。橘。前に比べて体が弱ってるね。2日くらい一時的に容体が悪くなったんだけど、さっき目を覚ましてやっと落ち着いたとこだ。連絡取れなくてすみませんでした、桐生さん。もう大丈夫です。それじゃごゆっくり。橘、牧村誠はカムロ町に来てる。西公園のホームレスにかくまってもらってんだ。彼女は兄貴が迎えに来るのを待っている。小田さんから聞いたんですね。彼女が私の妹だと。お詫びします。あなたには全て片付いてから打ち明けるつもりでした。小田さんにもそう言っといたんですが。橘。はい。小田は誠を殺そうとした。どういうことですか？それで大阪を出たきり、小田とは連絡が取れていない。おそらく小田さんはもう生きてはいないでしょう。かもな。全ては私のせいです。
10年前、私は己の運命と戦わずただ逃げました。そのせいで母と妹は人生を狂わされたんです。今織田さんをも巻き込んで。立花、日本人の血を引く私は中国でリーベンクイツと呼ばれていました。その表現は日本人への憎しみが込められたものです。私は周囲の人々に常に怯え、やがて中国から逃げ出したんです。母と妹を見捨てて。その後、中国で日本人と蔑まれた私は、今度は日本で中国人と呼ばれました。蒼天堀に来てからは生きること、そして自分の身を守ることに必死でした。一度黒の世界に足を踏み入れた者は、周りを喰らいのし上がり続けることでしか生き残れません。少しでも弱みを見せれば周りに食われることになります。そして日々の善悪を振り返る気も失せた、そんな頃でした。母と妹が日本、このカムロ町にいると知ったのは、私は彼女たちを探すため蒼天堀を出ると、持てる力を使ってカムロ町に情報の根を張りました。探してどうするつもりかは決めていませんでした。ただ私が中国を去った後、そのせいで彼女たちがどんな目にあったか知らずにはいられなかったんです。でも分かったのは、一足違いで妹がカムロ町から姿を消していたこと。母も祖父もすでに亡くなっていたという事実でした。それともう一つ、妹に相続権のあるたった一坪の土地が、やがてカムロ町再開発計画にとって致命的な障害になり得るということです。それが殻の一坪。ええ。堂島組は再開発計画をめぐって莫大な金を地上げにつぎ込んでいました。彼らの計画通り全てがうまくいけば、その金は何倍にもなって堂島組に戻ってくる。しかし殻の一坪が原因となり、彼らの計画が行き詰まることが分かれば、妹はヤクザたちの争奪戦に巻き込まれる。ああ、今その通りのことが起きている。だから私はそのことに気づいた時点で、堂島組の若頭だった風間さんに交渉を申し入れたんです。妹を守るために。おやっさんを交渉相手に選んだのはなんでだ？風間さんが堂島宗平に今以上の力を持たれることを恐れていたからです。何？堂島宗平の力はすでに自分の器の許容範囲を大きく超えていました。小物が大きすぎる力を持った時の暴走を風間さんは恐れました。堂島宗平が殻の一粒を手にすれば、それを手土産に東上界本家若頭の座につくでしょう。そしてゆくゆくは東上界の三代目です。そうなればもはや風間さんの手に負えなくなる。風間さんは私の持つカムロ町の情報網をもとに不動産会社を作るよう言いました。堂島組よりも早く殻の一粒を手にして妹を守れるように。そしてそれをできるだけの力を
手にするようにと。それじゃ立花不動産はおやすさんの指示で作ったのか。立花不動産の誕生、そしてからの一坪にまつわるこれまでの出来事は全て風間慎太郎という天才が描いたシナリオの上で起こったものだということです。私は妹に会うため、風間さんは裏から東上会という組織をコントロールするため互いに手を取り合ったというのが、あなたと私が今ここにいる理由です。ただ妹は家族を捨てた私を恨んでいるかもしれません。数日前、セルさんから妹は目が見えないと知らされた時、私は兄と名乗らない方がいいと思いました。今はそう思っていないってことか。ええ。あなたが私に聞かせてくれた牧村誠という女性は、やはり私が記憶する妹でした。彼女が蒼天堀にいた理由も、私を探すためだった。ずっとこんな私を探してくれていたんです。立花、桐生さん、私は妹に、シャオちゃんに会いたいです。今の私はそのためだけに生きながらえています。もう二度と逃げたくはありません。もうすぐ会える。彼女はあんたを恨んでなんかいねえ。だが今もあんたの助けが必要だ。堂島組だ。奴ら立花さんを出せと言ってる。ここにいるのがバレたんだ。なんだと。なんでこんな時に。立てるか立花。はい。いたぞ、立花だ。お前らの狙いは立花なのか。てめえもいたのか、キル。いい加減死んどけ。
ジア海にいることはできませんね。キリさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一粒を狙う限り妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？桐生さん、最悪の相手です。知っているやつか？大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋。名前はラオグエイ。ラオグエイ。殻の一粒の殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながっているとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。烈火守者，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？奴の狙いは私を生け捕ることです。キリさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですがあなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、よせ！只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。くそ。あんた、陳さん。
立花さんが堂島組に連れ去られたから3時間というところだ。今アジア外の人間に行方を探らせている。渋沢という堂島組の幹部がここで立花さんが投石を受けていたことを知っていた。織田が情報を漏らしていたらしい。渋沢は今まで立花のことを泳がせていたってことか。織田は渋沢の犬だった。立花さんに牧村誠を探させて横取りするつもりだったのだろう。私が渋沢という男ならそうする。くっそ。それより立花の居所は本当にわかるのか。約束はできんが手は尽くしている。私はあの子を後継者にとさえ考えていた。本心から助けてやりたいと思っている。ところであなたは知っているかな。殻の一粒は立花さんと牧村誠の祖父牧村源三という男が持っていた土地の一部だった。彼は戦後になって土地を手放さざるを得なかったらしい。だが記録によれば一度に4人の買い手と交渉してわざわざ土地をバラバラに分割して売っている。おそらく意図的に一坪だけ自分の手元に残るようにするためだろう。どういうことだ。この時牧村源三には中国で生き別れた娘がいた。立花さんの母親にあたる人だ。牧村は彼女がもし自分を日本まで探しに来た時、そのたった一坪の土地が再会の目印になると思ったんじゃないだろうか。これは私の想像に過ぎんがね。皮肉なものだ。こう思う親の気持ちが今ヤクザの争奪戦に巻き込まれて立花さんたちを危機にさらしている。だが悪いのは一坪の土地を残した牧村じゃない。あなたたちヤクザだ。違うかね。今頃堂島組は立花さんを拷問にかけているはずだ。牧村誠を捕らえるために。しかしだからといって我々が堂島組に直接手を出せばアジア外はもはや東上界から存在を許されない。場所さえ分かれば俺が行く。俺が必ず立花を救い出す。そのためにあなたを手当てした。どれだけ傷が痛もうがあなたにやってもらうほかない。望むところだ。結構。では立花さんが見つかったら連絡する。それまでは彼の妹についててやりなさい。桐生、堂島組か。探したぜ。お前もいい加減目障りだって上からのお達しでな。見つけ次第始末しろとさ。くそ。たくよ、いつまでしぶとく生きてやがんだお前。今どんな気分だ？あ？
立花にそそのかされて堂島に喧嘩売った挙句はしご外されてよ。あいつも今頃落ちんでるかもな。なあ、そうだろ錦山。錦。もうてめえの味方はどこにもいねえ。これでしまいにしようや、桐生。桐生、橘は今久世の兄貴が拷問してる。もう殻の一粒が堂島組の手に落ちんのは時間の問題だ。それでもまだ望みはあんのか。橘は今どこだ？俺ら下っ端には知らされてない。もし知ってても教えられねえ。よう、面白くなってきたな。よし、俺らが見届け人になってやる。てめえら二人、ここでどっちか死ぬまでやり合えや。なんだと？お前の手柄にしてやるぞ、錦山。兄弟ぶっ殺してのし上がってみろや。極道ってな、どいつもこいつもバカばっかだ。てめえ俺のこと言ってんのか？どういうつもりだこの野郎！殻の一粒はじき堂島の手に落ちるとなりゃ、風間のおやっさんもしまいだ。俺がそんなのを黙って見てると思うか。相手が誰だろうとな。違うか、桐生。お前、自分が何してんのか分かってんのか？言ったはずだ。今俺に手を貸せばお前は。うるせえ！俺はおめえがいねえ登場会でのし上がっても意味がねえんだ。おめえがいくら言ったとこで俺との縁は切らしゃしねえ。錦、覚悟しろよ。俺は一生おめえにつきまとってやる。そこまで腹くくられたんじゃもう何も言えねえな。暴れてやろうぜ、兄弟。ああ、行くぞ！無駄
ほんと負ける気がしねえよ、お前と一緒なら。そいつはこっちのセリフだ。兄弟。錦、これから西公園のホームレス街に行く。ん？牧村誠をそこにかくまっている。橘を取り戻すまでは俺らで彼女を守り続けるんだ。そうか。よし、分かった。桐生さん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん？お兄ちゃんって。分かった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が堂島組にさらわれた。そんな。兄って橘？え、この子殻の一粒の持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ？いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんでやっと会えると思ったのに。橘をさらったのは堂島組の渋沢の指図だ。渋沢？大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。堂島組若頭補佐の一人。今はそいつが堂島組を動かしているってことらしい。堂島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない。俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に変えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。桐生さん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。分かった。すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう桐生。アジア街から橘の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。桐生さんだね。陳さん、橘の居所はつかめたか？殻の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル。そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。ああ。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたがくら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。橘さんを頼む、桐生さん。錦、橘は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった。とにかく急ごう。クレッシェンドビル。この中に橘がいるんだな。
このビルの地下室らしい。キリ一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか？行こう。んじゃあ次6本目行こうか。ああ7本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中している。痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本。全部潰れるまでに私の口割れますか？なめやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないでちゃんと仕事しないと渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、久世さん。この野郎！殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか？お？あと少しで口割りますよ、こいつは。まだわかんねえのか？拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ？俺はね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思える奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ俺！バカ野郎が！てめえらなんでここが？そうかい。なるようになっちまうもんだな。くぜう
桐生。立花、すまぬ。遅くなった。謝ることありませんよ、桐生さん。おい立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。分かった。もう間に合いません。立花、桐生さん、ラオグよ。操ってるのは堂島宗平です。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は堂島が引いています。風間さんを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんだこんなことに。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。くそ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 。ほら、てめえのやるべきことをやったまでだ。殻の一粒はもう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地を近江連合に売ろうとしている人間が東上会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだわからねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東上界に戦争を。知ったことか桐生。女を渡せ。東上界全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東上界を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。
桐生。お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃん、どこ？え？カムロ町再開発計画。今まで散々殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ？風間組の始末です。橘不動産、日教連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ああ？てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場界からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらしてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、桐生、錦、牧村誠。まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、桐生、お前真島五郎って男知ってるか？名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか？そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを？真島はその後俺んとこにも来た。やられたのか？
お前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれない。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りてえ。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。桐生か。ああ、そっちは日教連の世良だ。世良さん。あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。桐生さん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。
これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織、久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩もお前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば、殻の一坪は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一坪を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島宗平に代わる東上界の跡目に据えるためだ。それじゃおやっさんはあなたに東上界を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。桐生、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか？お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに？病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんでな。芝浦？お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな？桐生。錦、なんだ、どうかしたのか？堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか？すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ！桐生と錦まで！錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ？お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。
こいつらは俺が食い止める。桐生、早く行け錦。分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。クゼ、あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なちゃちゃ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやつさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな。誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう登場会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。
どうした？なんて野郎だてめえは。どこまでも強くなりやがる。クゼの
兄貴。なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教連に激流、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を撃たせるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと？女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。桐生！錦。今アジア街から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか？ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。桐生、車回してくるからよ。分かってんだろうな、桐生。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや！ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。へい。なんだありゃ。桐生、奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか？やっと来たか。渋沢。渋沢！
お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。立教連だ。おら、打ち返せ。こっちも始めようぜ、キリュウ。こいつら。柏木さん、風間組か。桐生、錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。桐生、行こうぜ。何やってんの。
何やってんだくそ、後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。桐生、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。錦、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間のおやさんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。紫は倒さん。
覚悟する。ほら覚悟しろ。渋沢。桐生一馬か。なるほど。風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を離せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根が完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのは
あの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか？そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会でまっとうに生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界と同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東上界最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え。これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を撃つことか。橘や織田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は東上界のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほどまっとうな男じゃねえ。殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いてえ？あの風間の頭ならいずれ女や橘が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために橘たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。竜背負ってんのはお前だけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが
竜は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。そうだよな。もう殺すしかねえよな。この俺を
やれよ桐生。それでこそ風間慎太郎を継ぐ本物の極道だ。ダメだ桐生。錦超えちゃならねえ。その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦、災難だったな堂島。阿波の河岸に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで、今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来東上会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東上会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。世良には本家若頭として引き続き堂島が手放したカムロ町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやっさんに報告したいことがあって来ました。多分おやっさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は
そうか。おやっさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だができるのか、カズマ。覚悟はできてます。おい桐生、お前どういうことなんだ。ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前堂島組に復帰したってマジか。え？今日風間のおやっさんの面会に行ってきたんだろ。復帰のことも話したのか。さっき風間のおやっさんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやっさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だってマジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。でそいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って俺は俺の極道を行くさ。風間のおやっさんとは違う俺だけの極道ってのをな。あれ？お前いつもの一丁羅は？ああ、この前これ見かけてさ気に入ったんだ。おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ。それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。
でもらしさってのは自分で決めるもんだろ。あのなあ、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた。これで始めたいんだ。わかったよ、知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。なんだよ急に。勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ！ほら行くぞ。いいな。全部終わったよ。
私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんや桐生さん、世良さん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのにその人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。ほんとダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の